今回は MP46 のパート4です。エンジニアの違和感。前回の動画でデザイナーのアンリ・デュランさんがかなり見切り発車でこの車を実践に出したところまでをお伝えしました。今回は実際に現場で車を触ったエンジニアの人たちがどういうことを感じていたのかというのを紹介したいと思います。最初はこの方です。ティム・ゴスさん。この人は前年までコスワースにいた人で、エンジンとエンジンの冷却システムについて非常に詳しい人ですね。デザインエンジニア、ティム・ゴス。90年6月にチームに加わった。サーキットでは T カーを受け持ちながらファクトリーでの設計の仕事もしていたんだ。私に与えられた最初の仕事は P45B と 5C のクーリングシステムの能力を比較することだった。P46 で必要とされるラジエーター容量を知るためだ。これまでに何台もの車のエンジンと冷却システムを触ってきたでしょうから、新しい12気筒のエンジンにどれぐらいのクーリングシステムが必要なのかというのを任されたんですね。私がチームに加わり、間もなくアンリが来て MP46 の空力デザインを担うことになった。彼はレイアウトやデザインに関してフェラーリからの多くのアイデアを持ち込んだ。MP45 との違いは縦長で細長いラジエーターインテークなどだった。ティムさんの後からアンディ・ドゥランさんが来たんですね。で、空力デザインをやったと。で、フェラーリからのアイデアを持ち込んで、前回も紹介した縦長の大きいインテーク、サイドポン2の入り口ですね。これについてティムさんも触れてますね。私はアンリのボディワーク内の空気流について異論を唱えることはできなかった。彼はフェラーリから来たチーフエアロダイナミシスト。ラジエーターに十分な量の空気が入るという彼の言葉を信じたが、実際の流入量が予想よりずっと少なかった。まず最初に異論を唱えることはできなかったって言ってますね。これまでにいろんな車の冷却システムと車の内部を見てきたでしょうから、何か違和感というか、欠点を見つけたんでしょうね。ですけども、立場上それを言うことはできなかったと。で、デュランさんから言われた空気の流入量がなかったということですね。開幕戦直後に高温のブラジルでのレースがあることを思い出し、大慌てで対策を講じた。容量の大きいラジエーターを手配して、車がブラジルに送られる前になんとかボディの中に押し込んだ。とにかくブラジルに間に合わせるためにあちこち手直しを強いられたのは覚えている。開幕戦はなんとか乗り切ったんでしょうけど、その次のブラジルグランプリは非常に高温ですから、このラジエーターでは容量が足りないって気づいたんですね。で、慌てて手配して、車の中に押し込んで、ブラジルグランプリになんとか間に合うようにしたと。このブラジルグランプリは、セナが最後6速ギアで走り切って、感動的な地元での初優勝をしましたけども、私たちはそれをテレビで見て、セナのドライビングってすごいなと思ってたわけですけども、その陰ではティムさんがこの車がオーバーヒートしないように大急ぎで準備して仕上げてくれてたわけですね。この準備がなければセナも完走できたかどうかは非常に怪しいです。このラジエーターに入る風量が実際は少なかったというのが、風洞でテストができなかったせいなのか、そもそもデュランさんが何か計算間違いをしているのか、そこまでわかりませんけども、何しろ現場のエンジニアはこうやって苦労したわけです。次はジェームス・ロビンソンさんです。この方もセナ担当エンジニアってことだけじゃなくて、マクラーレンに来る前にアローズで車のデザインなんかも手掛けてた人なので、実際に車をどう作ればいいかっていうのをよく知ってる人のようです。マシンのデザインができていたところに、アンリがボディワークを持ち込んだ。そこでボディワークに手を加えたのだが、シャーシとうまく噛み合わなかった。しかしアンリは自分のデザインが優れていると確信していた。私はこの段階から関わっている。さっきのティムさんとちょっと似たニュアンスのことを言ってますね。車のシャーシができているところにデュランさんが入ってきて、彼のアイディアの車のボディをくっつけたと。だけどそれがうまくマッチングしなかったと。それでもデュランさんは自分のデザインが優れていると確信していたと。何か強いプライドというか、強情なところがあったんですかね。だけど、ジェームスさんも車の作り方を知ってる人なので、何か違和感を感じたんでしょうね。開幕4連勝の後、シーズン中盤すべての貯金を使い切った感じでしたが、私はテーブルを叩き主張した。何か手を打って前進しなければならない。マシンの開発を進めるしかない。
と、アンリは、君は何を言ってるのか分かってるのか。このマシンをデザインしたのは私だ。完璧なんだよ。と、運よく開幕4連勝できましたけども、その後すぐに勝てなくなって、ジェームズさんはこの車の戦闘力に危機感を感じていたので、マシンを改良しなくちゃいけないと訴えたんですね。そしたらデュランさんが何言ってるんだと。このマシンをデザインしたのは私だ。完璧だと言われてしまったんですね。やっぱりデュランさんがフェラーリから来たトップのエアロダイナミシストということで、非常に強い権限というか、プライドというか、を持っていたことがわかりますね。それがアンリの考え方で、フェラーリでも同じことをやっていた。アンリが本気でそう考えていたのか、私にはわからない。マシンを改良することを恐れていたのか、本当に完璧だと信じていたのか。フェラーリでも同じことをやっていたって言ってますね。前回の動画でデュランさんは、フェラーリで居心地が悪くなったと言ってましたので、もしかしたら、この性格のせいなのかもしれませんね。で、アンリが本気でマシンが完璧だと考えていたのかということなんですけども、前回の動画で紹介した通り、空洞でのテストを重ねることができないまま、実戦に出してしまった車なので、デュランさんも完璧だと思ってはいなかったと思います。ですけど、チームの中の立場上とりあえずそう言うしかなかったのか、それとも自分の格下の人間からの指図は受けないという意味なのか、ちょっとそこはよくわからないですね。まあ、それは置いといても、何しろ中盤戦で MP46 が弱くなってしまって、こんな感じでチームの中で危機感はあるんだけれども、どうしようもないという状態に陥っていたことがわかります。現場のエンジニアの人たちは非常に苦労してたんですね。でも、この後にデュランさんも車は改良してくれるんですけども、それはまた次回の動画で紹介したいと思います。